祭らがたひれふる山の石よりも積もる思いはなおもきはくらの大納言金冬京のお娘もだか姫と申せしは源の来光とご縁弁の契約も互いに待てば久方の月日重なり年もたち情け盛りもいたずらにうどいしょう高藤が残念ゆえ来光は雪はかなく御文の訪れさ彼のにわり秋の虫世に頼りなき大き不思にもしご誕慮のこともやとおねまの奉行ねずの晩女中のほかは男混ぜるの大役は女門の島にことならずあなたの知らない日本の音世界。子供時代のことからお伺いしたいんですけれども、淡路島ご出身ということで、どのようなご家庭だったんですか？私が小さい時みんな車なんかないから馬車です。馬車っていうか牛か馬かが荷車みたいな吹いてそんなようなまあそういうところだからトラックとかそういうのないですからね。昔はそうだったらしいのね。それで父がタクシー会社作った。まあ普通のうちよりかはまあ羽振りが良かったんだと思いますけれどもね。明らかに。だから、なんていうか昔のこととかその電池とかそういうのない時に母がすごい時代が好きで昔のそのレコードねうちにしかないわけですよ。みんな山奥から出てきて聞かせてくれって言ってまあお役所さんが仕事がなくなった時に暇になった時に聞かせてもらいに来るみたいな、そんなうちだったの。だから小さい時からなんだかわかんないけどその議題は耳にしてたわけ、父はそんなあんまり好きじゃなかったやと思いますけど母が四国から来てる人だから、すごい好きだったんですね。三世竹本津田湯を蓄音機で聞いたってことか。子供の時に聞かせてもらってんのがいつもかけたはんのが寿司屋かなんかで、もう本当におじいさんに聞こえるんですよね。沼津とかねなんとかそういうの聞かせてもらってるのもう本当にその時の津田湯さんはそんな年寄りじゃなかったんだろうと思うけど子供の頃に聞くとそういうふうに聞こえちゃうのね。だって義太夫ってこんなんみんなだから年寄りのあんな人がやるのかなと思ってたんです。何がいいのかなと思う。なんだかおじいさんみたいなそういうのよく聞いてました。お祭り自分になるとみんな農閑期になってなるとお祭りが始まりますよね。そうすると
みんなあそこはだんじりって言うんだけれども、みこしにだんじりって言うんですけど、一つずつその義太夫崩しがいくつもその義太夫崩しでだんじり歌ができてるわけよ。神社の元の神社のところに行ってそれで大会があるわけ、だからそのもう間近になるとみんなお年寄りが青年団の人を夕方になると集めて教えてはるわけ、そういうのが聞こえてきてましたですね、だけど自分がもしそんなもんやると もちろん男の人ですからね、そういうのはね、女の人はやりませんから。義太夫崩しというのは、その文句は文章はそうなんですけど、義太夫なんだけど、節は全然違うね。調子いい節がついてるのなんだか知らないけど、悲しいところでも楽しそうに歌える。それは聞くだけで、お師匠さんは一緒に。こんなもんやったことないですよ、聞くだけで。でも面白いなと思って、みんないろんな出し物おやりになるので、ついこの間里帰りの何十年ぶりかに帰った時にそのだんじり歌を最後に聞かせてくれた宴会があって聞かせてくれた。その中の女の人が入るので、この頃はその男性が少なくなってみんな地方へ出ていくから残ってる人が少ないらしいのね。それだから女の人も入ることになって、女の人がビュービューと声出してそのだんじり歌やってらっしゃるのびっくりしましたね、この頃は女の人も入るらしい、そのだんじり歌に、時代は変わったんですね。時代が変わってね、先生は4人兄弟さんそうの何番？2番目。全部女性のお姉妹ですか？2番目で、2番目で生まれるとそのうちが忙しいから母が四国は預けちゃうらしいの。一番上は、いますよね。で2番目私2番目で生まれて1ヶ月か2ヶ月したら母の里へ預けられちゃうの。だから4つぐらいまでは3つ4つまではその母の里で育ったみたいで、それから帰ってきてみんな順番でみんな次に生まれると向こうへ返して。四国のどちらですか？むやいうところです。むや？何県？徳島県ですけど。徳島県ね。徳島県はもう芝居小屋がもういっぱいあるとこで盛んなとこですもんね、そもそも。淡路でもその人形がありましたから、みんな太夫さんをみんな四国から呼んでるわけ。だから向こうから来るのにはそれこそ宮佐さんとかね、宮佐でもその初代は宮佐さんで新宮佐さんいう人もいてて、そこに島之助さんの島之助とかいろいろいっぱいおなもの人もたくさん浅之助とかいろいろいっぱい入るわけ、で淡路みんなその四国から来はるわけ、だからその四国の太夫さんもみんな母よく知ってるわけで。それこそ淡路と徳島はね、浄瑠璃の聖地と言われるところですから、もうお母さんも本当好きだったんですね。だからもう義太夫の文章なんかも義太夫習ったのかと思うほど何でもみんな文章みんな丸暗記して知ってるの。私もこんなこと知ってんのかなと思う。すんごい何でも知ってる人で、その義太夫の道に入ることになったわけなんですけれども、それはやはりお母様が。それはもうねもう淡路もだんだんあれしてきて、鉄道淡路鉄道いうのができることになって、タクシー会社辞めて淡路鉄道に父が入ったわけ。それでうちで雑貨屋さんとかタバコ屋さんとかしてうちに母もいましたけどね。だからみんな物買いに来たりなんかしちゃそのレコード聴かせてもらうよくやってましたよ。でお母様はどうしてその4人お子さんいらっしゃる中の先生にその義太夫をさせたかったんでしょうね。姉はねなんか芸事が大好きで何でも踊り稽古に行きとかなんとか言うんだけど、姉はそのおことに行っても1日行ったらダメ、お三味線行っても1日行ったらダメ、何でも1日行ったらダメで
全然お稽古事ダメなんです。で次私は細野三味線か踊りかなんか田舎の踊りかなんか習ったんだよね。それで学校行って中学に入った時にクラブができますよね。小学校の間はクラブがなくて、でその先生が終戦後になるから衰退してるから日本国はこの義太夫が衰退するようじゃダメなんだって、流星にならなきゃダメなんだ。それでここ発祥の地だからっていうのでクラブ作られた。それで私に声がかかってる生徒にみんな集めてこいと放課後学校行ったんだけど誰も生徒は来ないわけ。呼ばれた人だけで残ったのはその先生方とその代表の子だけでそこへ教えに来たのが吉田伝次郎さんって言って人形の座本さんだったんです。でその方がね活版でナルトの本をこう刷ってね活版で普通の字で書いてくれて、それで音なんか何の太鼓の音か三味線の音かなんかわからないようなボテンボテンの真っ黒けの皮のねでんて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 んもでんもでもなんだカシャカシャっていうような音してる。それで聞かせてくれたんだけども、なんだかさっぱりわからないからで家帰って母に今日校長先生に呼ばれてこういう義太夫教室ができてねそこへ行ったんだって言ったらそのお稽古事はやっぱ何がしかの人に稽古しなきゃダメ、だからその校長先生に悪いけれどもね明日からそこ行かないようにって言ってそれですぐ裏にその今友次さんの人そのところはまだ君香さんだった、でそこへ行った近所にお医者さんがいらっしゃるから明日からそこへ行きなさいって言って私は頼んだわけでもないんですよ行かされたわけでやる気がないから1ヶ月そこへ毎日帰ってくるとそれだけで帰ってくるとね清水に着替えさせてもらって行くんですけど清水で行くとお師匠さんのお弟子さんがここは清水じゃいけないからちゃんと服と着替えてきなさいってそれで帰って清水じゃダメらしいよって言って服と着替えさせて行くんです。そうすると男の子がね私玄城いう名前なんですけど玄城が浄瑠璃稽古に行ってるぞって男の子が、この一枚ガラスのねその大きな家で周り廊下のある家でそこで稽古してるんだけど男の子がみんな廊下の窓からこうやって顔出して私の稽古を見に来てる。なんかいじめようと思ってるのか何しようと思ってるのか知らないけどだけどそれが気になるから一度も頭に入らないの。今日あの男の子来てないなと思いのそれ1ヶ月行ったんだけどもそしたらそのお師匠さんは自分のうち福良っていうところね帰るってもうここの稽古は閉めて帰る。やれ助かったと思ったそこへも行けって言われるでしょうがない行ったんですけど行った時に1ヶ月もやってたんだから声出せって言ったんだけど声出さなかったの。それで帰ってきて合コンだけど行ったけど声出さなかったってそしたらそんな電車に乗っていくんやったら人は三味線弾きさんやからね太夫さんがやっぱり四国から来てる島之助っていう竹本島之助っていう人がそのお師匠さんのところに行きなさいって言ってそれは電車にやっぱり2つぐらい小野頃島っていうところに行かされたわけでそこへ初めて行ってでもうあんた向こうで1ヶ月も聞いたし覚えてるだけ何でもいいから声出してみてそれで覚えようとも思ってないんだけど子供の頃だから耳に入って覚えてるんですね。そしたらなんだか知らないけどいいとか悪いとか言ったんでしょ。母がもうこうなっちゃったそんな誰でもそうなんだと思うから1ヶ月も聞いてさ子供だからね覚えてると思うんだけど誰でもそうだと思うんだけどそれはね、才それでそこへ稽古にそれでやっぱり1年ぐらい経ったのかな。その頃に
大阪からその三丁一座っていうのは人形淡路のその人形でね興行やるいうので、それでうちでなんていうの宿したわけ。男の大きなうちだったので、その2階へね三丁さんのお師さんに春駒に正之助さんいうのと太夫さん4人ぐらい来たのかな、で三味線弾きさん2人か3人来てうちでお宿したわけで、お食事は向かい側に旅館があったのでそこから取ってもらって、でお宿してそれで興行がそこであった時に一番先にその前座を務めさせられるわけ、私が。でその島之助さんが弾いてくれてね、そしたらその三丁一座の人がここの、宿してもらってるからお義理に聞きに行こうかいうのでみんなで聞きに来たわけです。そしたらこれは天才なんだけど余計こうなっちゃうんですみんなで談義してどこに三丁さんに行くか正之助さんに行くか春駒に行くかみんなで談義した時みんなご家庭があるし春駒だけが一人の人だったでここがいいだろうっていうのでそこへ行くようになんか知らないうちに話しちゃってるわけですね。それで春駒師そう匠のとこ春駒にお弟子にされたということなんですね。行くんですけどもまだ学校がありましたからね。でそれでも学校があっても来いっていうわけですよ。春駒のとこも旅に出るから1ヶ月のその淡路の人形で九州の方に食べに行く。それ学校休んで連れて行かれるわけ。それはまず中学生ですかその子。中学。大丈夫だったんですか1ヶ月も休んで。校長先生が時代行き違いだから来ないでも食べに行けばいいってそういう校長先生は議題好きだった。すごい時代好きな人だ。そうするとも自分はやっぱり1ヶ月も学校行かなかったら怒りするし嫌なんだけどもそんなんばっかりやらされてるうちにもういつまでもこれはいけないっていうね内弟子に来いっていうわけなの。でそれはもう3年生の終わり3年生の夏休みぐらいです、それでそっから行くんですが毎日帰りたいって泣いてるわけ。内弟子に入って、そこから学校に通ったんですか？学校はもうだから行かない。あらまあ。それは淡路から大阪ですからね。そう学校行かないじゃないですか。大阪の学校に行かれたのかな。行かなきゃいけないわけですよ。それでだけど帰りたいって言って泣いてるんだけども返さないわけですよ春駒が。でそのうちに母が校長先生がいくらそう言ってもやっぱりそれはいけないから連れ返して学校へやってくれって言ってきたんだけども春駒がそれは許さなかったし母も一旦出したんだから連れて帰れなかったそれでそこの学校の大阪の学校に行くかって言って学校に行ったら悪い知恵つけられるからっていうかそこも行かないわけです春駒。今だったら大問題大問題です時代大問題になります今だったらね。その時だからそれで済んだんでしょうけど、帰りたいでも返されたら困ると思うからその時はねやっぱりまだ物が不自由で食べ物も何もみんなそのお米とかなんとかみんな着るもんとかみんな母が来るたんびに雑貨の商売してたから仕入れがあったりなんかするついでに食べ物とか着るものとかそれと春駒も一人ですのでね私の着物もしたら師匠のものも持ってこいいうわけでだから師匠のことも一緒に面倒見てたわけで連れて帰らないんです。また春子も連れて帰られたら自分も困るから連れて帰さないわけですよ。でそのまんまそれでそれでも
母がその帰りたいって言うから外へ稽古に出してくださいって春駒に言ったら、そこから春駒が三味線の稽古とか太夫はどこへ決めるかっていうと、母としてはその頃は8代目の綱太夫がいますよね。で三つ若いだったらその豊竹なんだっけ、その時はロダリだったっけな、若太夫にはなってなかったと思う、まだ、になってたので、どこへやるかが問題だったんだけども、春子も自分の師匠がやっぱり春子だよという時に、一人の師匠では師匠の半減って言って、弟子はいくら頑張っても半分だ。だからその春子師匠が一人ではいかんと、いろんなところのいろんなお師匠さんにかかるという道をつけてもらったんで、春駒が綱太夫のところにやったら四股で決まってしまうと。それでその若太夫さんのところに私を連れてったわけ。それで若太夫さんのところに行って、だけど私はその若太夫さんのところに行ってもですね、その時はまず三味線もぼつぼつ始めてくれたから毎日先生さんのそれは怖かったですよ。ピチンと針をこうやって言われるし、引っ叩かれたりしましたよ。怖かったですよ。そうだけど帰りたいもなくなるわけですよね。それで語りはその若太夫さんだけど、その稽古って言っても何しろ豪快なお師匠さんでうわ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 っていうばかりで、何言ってんだかさっぱりわからないし、これなんだろうな、みんな同じ節に聞こえちゃうの、一つが全部同じ節に聞こえちゃう。それでこれなんかあるねやろうと思うんだけど、このお師匠さんでこれは私で稽古してこれで何なんだろうか、そういう不信感がいっぱいあるわけね。これええのかいなと思ってるうちにお師匠さんの方も目が悪いし勘が利くわけですよ。変に思ってるんだろうっていう。それでそのわしの芸を覚えとったってそれは無理だろうと思うから、今はよく聞けと。そのうちに今やれなくても時たってわしが死んだ時にこうだったなこうだった思い出すことがあるからよく聞いとけっていう。聞いても分からへん。でそのうちにお師匠さんがこれは自分ではあれだと思って、わしがその目が悪いけども今のご師さんの人がまだ燕大丈夫ですね。この人はその文楽の最後の修行をなさった方だからこの方に指示をしなさいと。それでわしの手を離れるって言うんじゃないよと。わしが面倒見るんだけれどもこの方に指示をしなさいと。でわしが頼みに行ってくるって言ってこっちが頼んだわけでもないんだけど、お師匠さんが頼みにおかみさんに手引いてもらって頼みに行ってくださって、それでお師匠さんびっくりしたわけ。すごい上のお師匠さんが僕のところに私のことを頼みに来た。断れないわよね。なんで、お受けさせていただきますって言って受けてくれたわけで、そこから行くようになったんですけどね。そこ行くようになって、それでお師匠さんがおっしゃってたこととか私の分からなかったこととかこんなにも国名に説明してくれるんだけど、聞かせてもらうだけでなるほどさっきの節と今のとは違うなとか出し方が違うんだとかそういうのが自分で分かるわけ。こんなにやっぱりいろんなことがあるんだと、そういうことが自分で感覚で分かってね、私はここに来てよかったんです。だけどすっごい針の千本の針の上にいるような怖いすごい怖いと思っちゃうわけ。ビシッとして本当になんていうかニコリともしないしって言ってるだけでさ、本当に
怖かったですけどね。厳しいうんう所在ですよね。ん、だけどもそれは本当にこんなところでこんなことしてて私はええのかいなと思った。でもお医者さんのところにいた時に「あやれやれここでこのお医者さんのところで道が自分で道が開くと思う」それはそう思いましたですね。うん